はい、皆さんこんにちは。今回はね、ガチでやばいマシン預かっているんですよ。それがね、こちらなんですが、ちょっと中チラチラね、見えているんですけれども、ジャパンカップ2021コンクールデレガンス第2回目レーサー賞の方を受賞したマシンになっています。作った方は僕の地元の仲間のザキムロ50さん。僕はね、ザキさんとね、普段呼ばせていただいているので、以下ザキさんとね、呼んでいきますが、このね、ザキさんがね、作るマシン、いつもね、かっこいいんですよ。特にボディの塗装、さらにね、ギミックとかもね、かなり細かいところまで精度、そしてデザインにこだわっているマシン。あとね、普通にね、速いんですよ。ということでね、中身を開けてご紹介していいということなんで、させていただこうかなと思います。どうですかね、このマシン。めちゃくちゃかっこよくないですかね。いや、これ、めっちゃテンション上がりますよね。これは実際にあるランボルギーニウラカン STO というスーパーカーをモチーフにしたマシンになっています。塗装もね、エアブラシとか使ってないんですよね。タミヤの缶スプレーで塗装してるということなんで、僕にはね、ちょっとこの塗装は真似できないですよね。見てください、こことか。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ボディの方はペスタジョーネ。こちらを使っていて、よくこんなに綺麗に乗せれますよね。さらに、提灯とか、AT のピポットバンパーとか、リアアンカー、そしてね、フレキなんですよ。ちょっとね、裏側も見せちゃってもいいということなんで、見せちゃいますけど、もうガチで走れるコンデレマシンとなっています。まず、ボディをね、提灯に乗せるのが実車系って難しいじゃないですか。だいたい僕ね、この真ん中ぐらいから後ろなくなりますし、さらにこういったね、細かなね、ステッカーも実車に近づけてるんですよね。こんな感じで STO とか入ったり、フロントのエンブレム、ライトの部分とか、すごいね、リアルですよね。で、細かくね、この余白とかもね、しっかり切っているので、パッと見た感じ、ほんとね、塗装っぽく見えるんですよ。この辺のね、精度っていうのはさすがだなと思います。後ろのライトもね、あったですね。ウィングも、キャッチャーダンパーに取り付けて、これはね、プラスチックのウィングですね。塗装もしっかりしてあって、キャッチャーが動くとウィングもね、ちょっとビロ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 動くような感じになっています。で、中身ね、分解して見ていいよっていうことだったんですが、この提灯とフロントバンパーの付け根、ボディに穴を開けてロックナットで固定しているので、ちょっと僕がね、これをね、綺麗に取れる自信がない。この辺のね、ボックスレンチ使ってステッカーとかね、剥がしちゃったら申し訳ないので、見える範囲でちょっとご紹介していきたいと思います。もうね、中はこんな感じ。強化ギアカバー使ってますね。しっかりリフターもついていて、僕がね、人のマシン見るときに気になるところって、このスラスト抜けとか、ほとんどしないですよね。あとね、ピポットの稼働の仕方とか、結構硬め。AT のね、動きとかですよね。AT はね、すごいスムーズに動きます。でね、よく見たら、ここの処理すごくないですか？綺麗にね、できてますよね。マジでね、このマシンで正面衝突とかしたら発狂しそうですよね。提灯もこんな感じで肉抜きして、この肉抜きかっこいいな。僕もちょっと真似したいな。で、中はこんな感じですね。で、後ろ側はアンカー。一軸の普通のアンカーですね。かなりね、柔らかめになっています。この辺はね、多分セッティングで変えていくと思うんですが、ちょっとね、この動きは後ろに少し稼働するような感じになってますね。で、後ろのブレーキ、こんな感じで、見えます？ちょっとキャッチャーダンパーがあって、真ん中の部分抜いてるんですよね。この辺の細かい加工、
いいですよね。僕結構こういうの好きなんですよ。リア側も斜めブレーキになっていますね。この辺のね、なんつうんですか、すり合わせっていうんですか、これもね綺麗ですよね。お辞儀防止、リア側はリアブレーキステを使ってる感じですね。ちょうどこうビスが通るところ穴を開けて、この辺はね多分メンテナンスのしやすさですね。フロントのブレーキステも斜めになってカットラインも綺麗にできています。ローラーも金色のローラーなんですが、加工ローラーですよ。すごいかっこよくないですか、この加工ローラー。これ確か MRF さんの加工ローラーって言ってましたね。微妙にねスタビがね削れているんで、まあ走らせたんだろうなっていう形跡が残っています。もうね周りがすごいいい。で後ろ側も同じ MRF さんの加工ローラー、こんな感じですよ。ちょっと暗くて見えづらいかな。すごいかっこよくないですかね。でね、見てこの周り、すごくないですか。軽く回しただけでこんな感じですよ。僕のローラーこんなにね回らないですよね。すごいこれで、真ん中にはベアリングを圧入したプラのローラーが入っています。これもすごい回りがいい。なんだろう、これ超気持ちいいぐらい回りますね。でね、ちょっとここの部分にあんま使わないボールスタビがねあるんですよね。ちょっと気になったんですけど、これは多分ですけどボディがこれ以上下に行かないようになっているのかなと思います。このホイールのねアーチの部分結構ギリギリなんですよ。ちょっと下行くと多分すっちゃうんで、このボールがあることによって下が行かないようになっています。こんな感じで、まあフロントもリアもギリギリ。これなんかすごい、もしかして車庫端なんですかね。車高はねこんな感じ。うわー、いい感じの低さで乗ってますね。とにかくねかっこいい。これなんか写真だと綺麗に見えて、実物意外にこうよく見たら雑な部分あるんじゃないのかなってね思ったりするんですけど、特にねないですね。本当にこれはね実際に置いててもみんなびっくりすると思います。いやすごいなこれ。加工も綺麗だし塗装も綺麗だし、もうこだわりがね半端ないですよね。僕もねコンデでね出したんですがね、何にもかすりもしなかったですね。これを見たらねちょっとあれじゃねまだまだね賞に選ばれるほどではないかなと思っちゃいますよね。あとはねせっかくなんでね電池入れて回してみますか。モーターちょっとね何が入っているのかわかんないんですけれども、赤いねエンドベルなんで、まあ、ハイパーかマッハだと思うんですよね。はい、こんな感じですね。なんかね、速そうですね。タイヤも、見てください。もう、テッカテカのツルツルになってますね。もうね、ブレもあんまないタイヤになっていますし、動かした感じも速そうですよね。これ、シャーシ、確か軽量の強化シャーシの黒だったような気するんですよね。まあちょっとレアですよね、シャーシ自体も。まあ、写真ではね、なかなかシャーシ映らないんで、分かりにくいと思うんですが、裏側とかもね、もう見てください。このツルツルにね削られています。もうなんかね多分こう削りすぎてキャッチャーでね多分ギアカバーのところね塞いでますよね。ただこれちょっと段差がないんで、まあ、これよく見ると多分フロントとリアのユニットをちょっと上げてますね。なので車高がなんかその分低いのかなと思います。だいたいどれくらいだろう、1ミリぐらい、1ミリないぐらい上がってますね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ザキさんが作るねマシン、フェスタジョーヌしか作んないんですよ。このこだわりもね僕いつもすごいなと思っていて、どれもねかっこいいマシンが多いんですよね。実はねさらにもう1台ちょっとお借りしていて、それもねすごいんですよ。ちょっとねびっくりしますよ。それがこちら
すごくないですかこれ。いやマジでね、普通にかっこいい歌舞伎っぽいマシンですね。これはランボルギーニのアベンタドール SVJ-JP63 という、実際にあるスーパーカーをモチーフにしたマシンということで、よくやるなってところですよね、ここまで来ると。もうね、これもね、不歴なんですよ。こっちはね、旧車足ですね。もう実際に走らせてるから、ブレーキがね、貼ってありますね。よく見るとね、傷もね、あるんですよ。よくこのマシンをね、ガチで走らせようと思いますよね。それで、こういったマシン、ザキさんは Twitter で結構ね、公開しているので、動画の概要欄にザキさんの Twitter アカウント載せておきたいと思いますので、ぜひね、気になった方、作り方とか知りたいなっていう方、見ていただけたらなと思います。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。いやね、男だったらね、スーパーカーの憧れあると思うんですよ。僕ね、正直そんなに車に興味がないんですが、いや、こういったマシンたまに街中で見かけるじゃないですか。一度はね、乗ってみたいなと思いますよね。もう、この2台、実車だったら余裕で億超えてますからね。もうさっき調べたら、こっちのマシン、実車だったら、世界で1台しかないみたいなんで、そういったのをね、こんな風にミニ四駆に落とし込んで再現できる、その技術が本当にすごいなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。